かこのブヨブヨの腕で、お腹、この寸胴なお腹、こんな感じの恐ろしい。これは今年1月の私です。思い起こせば1年前、47キロまでに落とした体重が知らない間に増えて、まるで雪崩が起きたかのように体のラインが崩れ、気がついたらこんな状態になってました。ということで、今日から4ヶ月後にはバキバキのビキニボディになるように頑張りたいと思います。そしてこれが3ヶ月後の今日、体重は2キロ減の 47.6 キロになりました。こうやって体全体を改めて見てみると、スタートの時よりはだいぶスッキリしたような気がします。でも目指していたバキバキビーチボディからはほど遠く、ちょっとエクササイズが足りないなっていう感じがするので、今日から新しいメニューを考えてやっていきたいと思います。やっぱり勇気はいるけど、現状を知るために体をこうやって動画に撮って客観的に見ることってすごく大事なんだなと思いました。1月から今4月の頭でしょってことで、2、3、4、もう丸々3ヶ月間ですね、この体改造計画を頑張ってきました。私の当初の目標は数字で言ったらマイナス3キロ、そして5月のバリまでにバキバキのビーチボディを作ることっていうことが私の目標でした。まだ目標のそのレベルまで至ってない。体重も3キロ痩せてないし、バキバキのビーチボディも出来上がってないんです。なんだけど出来上がってないんかい。この3ヶ月間でやってきた失敗と効果が出たことと出てないことがあるので、その辺のことをですねお話しできたらいいなと思ってます。まずはですね、食事の面からお話ししたいと思います。スーパーフードをベースに、それ以外の野菜とあとタンパク質と合わせて、食事を組んでいました。具体的な食材としては玄米、キヌア、ひよこ豆、納豆、アボカドなんかです。これを 4,5 日の間に食べきるような感じです。これらの食材を作り置きしておいて、冷蔵庫にいつでもある状態にしておきました。作り置きしておいたもう一つの食材は鶏の胸肉で作った鶏ハムです。めちゃくちゃ簡単なのに美味しくて手軽にタンパク質が取れるので、めちゃめちゃ重宝してます。スーパーフードを作り置きすることによって、ランチとか用意する時間が格段に減るだけじゃなくて、お腹が空いたらいつでもすぐに栄養バランスの取れた食事ができるようになりました。そして何より本当に美味しいと心の底から思える。これがここ数ヶ月同じような組み合わせでも食べ続けられたポイントなんじゃないかなと思います。はい、ここでね、失敗したことが一つあって、この2ヶ月の間間違えたことをしてたんですね。実は何かというと、朝は食べない、タンパク質の量が足りない、朝食を入れなかったことによって、多分ランチの吸収率がすごく高くなっちゃってたんですよ。で、なんで私がこれに気づいたかっていうと、この3ヶ月間の間、初めの2ヶ月間って全然効果が出なかったんですね。実は普通の食事をしていて、ただただ食事のボリュームだけを減らすみたいな生活をしてました。私の中でね、卵とかひよこ豆を取ってるから、それ以外のタンパク質を取る必要がないんじゃないかなっていうふうに誤解してた部分があったんですね。なんだけども、今考えると絶対的にタンパク質が足りなかった。タンパク質が足りないとどういうことになるかっていうと、全然体重が減らないし、痩せた体重をキープできないで、食べたら食べただけ増えてしまうっていうような。で、夜はもともと軽めにはしてたんだけれども、軽めにすることによって割とね、ひもじいというか、夜寝る時にお腹が空いて眠れなくなるみたいなこともあったりしました。大人になってから思うのは、もう高校生の時にやってたみたいな過酷なダイエットってもうできないなって思うんですよ。少なくとも私はもうできない。ほとんど食べなくて、夜はカロリーメイト1本みたいな、そんな生活はもう私できないので、やっぱり私の理想とするのは、食べたいものを適量食べて満足感を得ながら、それでも体重の増えない体を作りたいと思うんですよ。で、そういう意味で言うと、タンパク質不足っていうのはやっぱり体重も減らなければ、食べたら食べた分だけリバウンドしてしまう。それに気づいてから、ここ1ヶ月ぐらいでタンパク質の量を増やすようにしたんですよ。そしたらぐっと体重が一気に減ったし、一気に落ち着くようになった。アップダウンしなくなった。なのでやっぱりね、そのタンパク質を十分に摂るっていうのはすごく必要だなと思いました。はい、そしてポイントの2つ目、短時間でもいいから毎日エクササイズをするです。はい、私今まではアプリを使ってエクササイズをすることが多くって、週に最低2回最高5回みたいな感じでやってたんですね。気づいたんですよ。
その私が使ってたアプリってターゲットにするエリアっていうのが4つぐらいあって、例えば腕、胸、お尻、腹筋みたいな感じで分かれてたとして、例えば私がその週2回しかワークアウトしないとしたら、腕、お尻以上みたいな、この残りの2つは全然できないまま翌週にも繰り越すみたいな感じだったんですよね。だから全然やれてない箇所もあったっていうことに気がついて、そこからね、ダイエット系の人の YouTube を見て、自分が好きそうなメニューだけをこう抜粋して、自分のキュレートしたエクササイズのメニューを作ったんですよ。それがだいたい20分から25分ぐらいのもので、私の問題エリアの腕とお尻とお腹っていうところに効くものを組み合わせて毎日やるようにしてみました。前にアプリを使ってやってた時って40分ぐらいかかるエクササイズだったので、40分避けなくなっちゃうこととかもあって、そうするとじゃあもう今日はやめようっていう風になっちゃうことが多かったんですよね。でも今回その20分のエクササイズに切り替えてから、本当に隙間時間でできるようになって、毎日その問題エリア全部を動かすことによって、前には感じなかった効果を感じるようになりました。そう腕もね、本当にもう見せられないぐらいダルダルだったんだけど、割と締まってきたかなっていう気はします。まだまだなんだけど。で、最後にお水を飲むこと。これ最近の動画の中で私よく言ってるんだけれども、3リットルの水を苦なく飲めるようになったの。視聴者の方からもコツはありますかって前に聞かれたんだけども、実はこれコツがあるんです。はい、コツはお見せすると、じゃじゃん、こちら1リットル入るボトルで、これで私は外出する時も家の中でもこれを使って飲むようにしてます。前は普通にグラスに入れて飲む、それだけの違いっちゃそれだけの違いなんですよ、実は。だけどもね、それに切り替えたことによってもうごくごく飲めるようになったのでね、コツの2つ目としては蓋をしない。家にいる時は蓋をしない。これをデスクの傍らに置いておいて、デスクワークの時とか、ちょっと小腹が空いたなとか、ちょっと口寂しいなっていう時あるじゃないですか。お腹が空いてるわけじゃないのに口寂しいなっていう、そういう時に一口飲むことによって、本当にその口寂しいとか、ちょっと何か食べたいなっていう欲がね、めちゃくちゃ下がるんですよ。本当に抑制される。だから間食防止のためのダイエットにもすごくいいし、肌がまず乾燥しなくなったし、毛穴の開きが気にならなくなったし、肌自体にすごくもうね、水分が足りてるなっていうのをめちゃくちゃ実感できます。肌だけじゃなくって体のコンディションとその前のコンディションとの違いがあまりにもあって、これが水の力なんだっていうのをすごく感じていて、本当にね、水たくさん飲んでます。トイレの回数は本当にやっぱり半端なく行くんですよ。ということでデトックス効果っていうのはもうすごくあって、毒素を出しているからね、痩せやすい体になってるのかなっていうような、今回3ヶ月やったけれども、実際本当にそれが機能したというか、効果が実感できたのは残りの1ヶ月、ここ1ヶ月の話なんですね。効果があったことのポイントを挙げるんであれば、朝ごはんを必ず食べること。少なくてもいいから腹持ちのいいもの、私はおにぎりとかお味噌汁とかそういうものを朝ごはんにしてるんだけれども、プロテインを多めに入れることで、エクササイズは短期間でもいいから毎日やること、そしてお水をたくさん飲むこと。この辺から私が効くなって実感したのは。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっとね、お見苦しい点があったのは申し訳ないと思うんですけれども、これが今の私の正直な状態です。なんでね、恥をさらしてまでこれを出そうかと思ったかっていうと、私も47歳でしょ。47歳で新陳代謝が落ちていて、みんなができることで何か効果が出ることっていうことをシェアできたらなと思ったんですよ。私と同じ世代の女性のモチベーションになったり、誰かを勇気づけるための何かになったらいいなと思いました。だからね、恥を忍んでというか恥をさらして、今回の動画を出してみようと思いました。はい、ということで、まだね、私バリに行くまで1ヶ月間あるので、もうこの1ヶ月間、1ヶ月でもね、だいぶ変わるから、本当に変わるから、私この1ヶ月間は追い込みの1ヶ月間として、もうちょっと筋力を上げて、もっと締めていけたらいいなと思ってます。はい、ということで今回の動画は以上になります。私も一緒にダイエット頑張りたいよと思った方や、モチベーションにつながったよっていう方がいらっしゃったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね。